こんにちは。これからブレンダー×ユニティ、表現を広げる映像作りの魅力という講演をさせていただきます。アレーラと申します。よろしくお願いいたします。では早速簡単な自己紹介から始めさせていただきます。アレーラと申します。お仕事としては 3D のキャラクターモデラーをしています。独学でブレンダーでキャラモデルを作り始めたのをきっかけに、今のお仕事をしています。また、それとは別に趣味としてブレンダーとユニティを使って短い動画を作っておりまして、X に投稿しております。今回の講演はお仕事のモデリングのお話ではなくて、趣味の方のブレンダーとユニティを使った動画作りについてのお話をさせていただきます。動画作りの方も独学の手探りで自主制作を行っている感じなのですが、今日は私なりの作り方のワークフローであったり、どうブレンダーとユニティを使い分けているか、今までの制作の経験からお伝えしていけたらと思っています。ではまず、私がどんな動画を作っているのかご紹介させていただきます。こちらはサムネイルにも使用している動画です。私が作る動画の傾向としては、パッと見て世界観を感じ取ってもらえるような短い秒数の動画を作ることが多いです。また、キャラや衣装は既存のモデルをブレンダーで組み合わせて使わせていただいています。そこにプラス、自分でモデリングした小物をつけたり、アレンジして動画に使うことが多いです。こちらは、モーションキャプチャーで撮った自分の動きを Unity で編集して、表情などを追加して作ったという動画です。これらの動画は、ブレンダーと Unity を使って作っているのですが、この2つをどう使い分けているかというと、こんな感じになっています。ブレンダーでモデルの作成や既存のモデルの形状の編集などをしていて、Unity ではアニメーションの作成やモデルの配置、ライティングなど撮影全般を行っています。でもよく考えると、ブレンダーでアニメーションもライティングも全部できてしまいますよね。ではどうして私が Unity で撮影を行っているかというお話をしていきます。理由はいろいろあるのですが、Unity を撮影に使う一番大きな理由としては、レンダリング時間がいらないからというのが大きいです。こちらの今お見せしている動画は、シーン内にライトを2、30個くらい置いていて、アニメーションもさせているのですが、それでも全く動作が重くなることなく、リアルタイムで動いています。こちらの動画は、左がブレンダーのサイクル図で、右は Unity で撮影したものなのですが、左の動画はこの数秒のレンダリングに4時間かかっています。ブレンダーでリアルなライティングをしたいときは、EV ではなくサイクル図が選択肢に入ると思うのですが、サイクル図はレンダリングにどうしても時間がかかってしまいます。また、レンダリングに時間がかかるということは、そもそも作業中にルックの確認が難しい、手間がかかるという問題があります。ライトやカメラを動かすために描画が荒れたりノイズが出てしまうので、ライトの調整には特に苦労します。その分、リアルタイムでライティングや配置の作業ができる Unity ではストレスなく絵作りの試行錯誤もしやすいです。難しい設定はなしでも、イービーよりリッチな絵がそのまま動くというのはとても魅力的です。ただ、必ずしも Unity が優れているというわけではなくて、やっぱり長時間レンダリングするサイクル図の方が、光の反射だったり、半透明な物体の屈折の表現はより正確になります。なので、やりたい表現とかけられる時間をどちらも考えて、ブレンダーとユニティどちらで撮影するかを選択するのがいいかなと思います。ライティングやレンダリングにいくら時間をかけてもいいから品質が高く正確な絵が欲しいよという時はブレンダーのサイクル図。サイクル図よりも正確性は欠けますが、手軽にリッチな質感やライト表現をしたいならユニティというのが選択の基準の一つになりそうです。また、ユニティを使うもう一つの理由としては、キャラを撮影するのに困らない環境が整っているというのがあります。キャラモデルをきれいに見せるための静断や、髪や衣装をきれいに動かすための入れ物など、撮影に必要なものは一通り揃っていますし、ユニティにインポートしてそのまま使えるキャラや背景のモデルもたくさんありますので、気軽に撮影を楽しめます。
それでは次はブレンダーとユニティでどのように動画を作っているのか、作り方の流れの紹介をしていきます。最初にざっくりとワークフローと用意するもの、バージョンの紹介をしてから、実際の作業の様子を見ていただこうかなと思います。ではまずざっくりワークフローを紹介します。まずはブレンダーでモデリングや既存の衣装をキャラに合わせるなどのモデルの調整を行います。そしてそのモデルを FBX 形式で出力し、Unity にインポートします。インポート後は Unity で使えるように防音やマテリアルの設定を行います。モデルの準備ができたら、アニメーションの作成、ライティング、画面の色の調整などを並行して進めます。撮影していて追加で欲しいモデルがあったら、都度ブレンダーでモデリングして追加していきます。完成したら Unity から動画や画像を連番で書き出して、動画編集ソフトで編集を行います。といっても、色調整などはほぼ Unity で完結してしまうので、簡単なトリミングや調整のみで完成します。では、用意するものやソフトのバージョンをご紹介します。まずはブレンダーです。FBX 形式で出力できれば問題ないので、どのバージョンを使っても大丈夫です。私は現在 4.2 を使っていますが、使い慣れたバージョンを使用してください。次に Unity です。今回はバージョンは 2022.3.22F1 を使用します。他のバージョンを使用しても大丈夫ですが、バージョンが古すぎたり、逆に新しすぎるとツールの使い方が変わっていたり、そもそも対応していないことがあるので、バージョン選びには気をつけてください。では、Unity プロジェクトの作成から動画出力までの実際の作業を見ていただこうと思います。一つ一つの手順、例えばカメラだけ、ライトだけとかの情報は結構調べると出てくるのですが、全体の流れの解説はあまり見たことがないので、今回は詳細よりも全体の流れがわかるような紹介の仕方をしていこうと思います。少々駆け足で紹介しますので、気になるところはメモをしたり、アーカイブを見たりして、もっと詳細を知りたくなった方は、ご自身でも調べてみてください。では、Unity のプロジェクト作成に必要なエディタのインストールから始めます。Unity のエディタは Unity Hub でインストールすることになるので、まずはこの Unity Hub というものをインストールしていただきます。できたらこの Installs というタブを押して、インストール済みのバージョンをここで確認することができます。最初はエディタは何もインストールされていないと思うので、右上の青いボタン、インストールエディターを押してインストールを進めていきます。インストールエディターを押すと、インストールできるおすすめのバージョンをここに表示してくれます。今回は 2022.3.22F1 を使用していきますので、もしこの画面の中にあれば、横の青いボタンを押してインストールをしてください。もしここに欲しいバージョンがないときは、ここのアーカイブというタブを押してもらって、この中のダウンロードアーカイブというところを押すと、過去の Unity バージョンをインストールできる公式サイトに飛びますので、そこから探してインストールを押してください。しばらく待ってインストールができましたら、ここのプロジェクトというタブを押してもらって、この画面になるので、右上のニュープロジェクトという青いボタンを押して、作るプロジェクトの設定をしていきます。まず Unity を複数バージョン入れている方は、ここの欄が使いたいバージョンになっているかを確認してください。1個しか入れてないよという方はこのまんまで大丈夫です。次にプロジェクトの名前を自分がわかる名前で付けてあげてください。このロケーションではプロジェクトを PC 上のどこに作るか指定ができるので、必要があれば指定してあげます。最後にこの真ん中のリストからレンダーパイプラインというもののテンプレートを選択していきます。このレンダーパイプラインって何って最初は思うと思います。詳しく説明するのはちょっと難しいのですが、グラフィックの描画に関係するものです。それぞれ得意な表現が異なるので、やりたい表現によってテンプレートを選択していきます。Unity にはビルトイン、URP、HDRP という3種類のレンダーパイプラインがあるので、テンプレートを選択するために軽く説明します。
ビルトインは従来のもので、URP、HDRP と比べると、機能や表現に制限があることが多いのですが、対応しているツールやシェーダーは多いです。また URP は比較的軽量なので、ゲームだとモバイル向けにも使われていて、最近のクオリティが高いセルルク系のものはよく URP を使っています。一方で HDRP はセルルクよりもリアルな表現の方が得意です。ただ、PC ゲームに使われるくらいなので、この中では重い方なのですが、ライト表現はビルトイン URP と比べても圧倒的に複雑で綺麗な表現をすることができます。今回はリアルなライト表現にこだわりたいので、HDRP を使用していきます。セルルックでやりたい方は、ビルトインや URP を検討するのがいいかもしれません。それでは Unity の画面に戻って HDRP を選択していきます。ユニバーサル 2D、ユニバーサル 3D と書いてあるのが URP で、ハイディフィニション 3D と書いてあるのが HDRP のことです。今回はこのハイディフィニション 3D をクリックして選択します。テンプレートがインストールされてない場合は、ここら辺にインストールボタンが出るはずなので、ポチッと押していただいて、インストールができたら、右下の青いボタン、クリエイトプロジェクトを押して、プロジェクトを作成します。しばらく待って、Unity プロジェクトが開けました。デフォルトだと、屋外のシーンになっていて、少しやりにくいので、テンプレートのシーンを使っていこうと思います。左上にあるファイルというところをクリックして、ニューシーンをクリックします。すると出てくる Basic Indoors と書いてあるこのちょっと黒っぽいサムネイルのものをクリックして、クリエイトボタンを押してテンプレートを開きます。テンプレートが開けましたので、ここで指定移動して遊んでみようかなと思います。キーボードの Alt キーを押しながら、マウスの3つのボタンで視点移動ができます。Alt と左クリックでぐるぐる視点を回せます。また、Alt とマウスの真ん中ボタンで、スライドのような視点移動もできます。Alt と右クリックだと、ズームもできます。ブレンダーとちょっと違っていて難しいかもなんですが、Alt とマウスと覚えておけば多分大丈夫だと思います。そしてここにアイコンが集合しているところがあるのですが、ここでもいろいろな操作ができます。手のひらのアイコンは先ほどと同じ、スライドして視点移動ができるツールです。手のひらの一つ下、十字のツールは移動ツールです。試しにライトのアイコンをクリックしてみます。すると十字が表示されるので、これを掴んであげると、こんな感じで移動することができます。十字の一つ下のマークは回転ツールです。ライトの調整時には一番よく使うツールですね。回転の一つ下はスケールツールです。ライトだとちょっとわからないと思うので、試しにオブジェクトを出してスケールをかけてみます。よいしょ。ここでスケールの真ん中を掴んでいただくと、こんな感じで拡大縮小をすることができます。では、操作の確認ができたので、作り始めたいのですが、その前に Unity を便利にするためのツールを先に入れていきたいと思います。今回 Unity で使用するツールはこちらです。今回はこれらをインストールしていきますので、順にどういうツールか解説をしていきます。まずはシネマシーンです。カメラワークや手ブレの表現を手軽に作ることができます。動画を作りたいときは必須のカメラのツールです。次にレコーダーです。Unity 上のカメラに映した映像をそのまま動画や画像のファイル形式で出力できます。そして右の枠のものは有料のツールになってしまうのですが、あるとできることがすごく増えます。まずはベリーアニメーションと UMotion Pro です。これは Unity 内でアニメーションを作れるツールです。こちらはどちらか片方を用意していただければ大丈夫です。手軽で使いやすいのがベリーアニメーション。少し使い方が複雑なのですが、正確にアニメーションを作りやすいのが UMotion Pro です。ただ、Unity 上でボーン構造を変えたり、着せ替えたキャラモデルは UMotion では使えないというのが難点です。今回はベリーアニメーションの方を使っていきます。
ただ、アニメーション作成用のツールなので、アニメーションはブレンダーだけで全部作れるよという人は、どちらのツールも必要ありません。最後にマギカクロスです。髪やスカートを揺らすための入れ物を追加できます。他にも入れ物のアセットはあるのですが、こちらのアセットは他と比べても髪や服の重みを感じるような入れ方をしてくれるのでおすすめです。それでは Unity に戻ってツールをインストールしていきます。まずはここの Window というタブを押してもらって、パッケージマネージャーというところを押して開きます。するとこういう画面になるので、このパッケージマネージャーの1個下、プラスの隣の部分ですね。ここのタブを押すと、どのツールを入れるかのジャンル分けをされているので、ここから Unity Registry というところをクリックします。するとここにシネマシーンとレコーダーがこの一覧に入っているはずなので探してあげます。ありましたね。ここにまずシネマシーンがあるので、インストールをしていただいて、ちょっと待ちます。はい、シネマシーンをインストールできました。それでは同様に、レコーダーを探してインストールをしていきます。ここですね。また、有料のマギカクロスとベリーアニメーションは、Unity アセットストアで購入していただいて、購入が終わったら、この Unity レジストリーではなくて、マイアセッツの一覧の中に入っているはずなので、同じように探して、インストールとインポートをしていきます。インストールができたら、これで Unity 側の準備は OK です。Unity の準備ができたので、次はブレンダーで作ったモデルを Unity に持っていけるように出力をブレンダーでしていきます。ブレンダーを開きました。見やすさ重視で今回はこのウサギのモデルで出力のやり方を説明していこうと思います。キャラモデルの場合でも手順はこのウサギと同じです。ちなみにこのウサギはもうすでに骨が入っている状態で、ちょっと骨を触るとわかると思うのですが、こんな感じでもうウェイトがつけてある状態です。顔を選択するとシェイプキーも設定済みで、表情なども動かせるようになってます。この仕組みも Unity で使っていきたいので、骨やシェイプキーも持っていける FBX 形式で出力していきます。まずは余計なものを出力しないように、出力したいものだけを選択していきます。骨もメッシュも忘れないように選択していきます。アーマチュアとメッシュ、全部選択できたことを確認します。そしたら、ファイルのエクスポート、FBX を押して選択します。すると、FBX 出力の設定画面が開きますので、設定をしていきます。まずは選択したいものだけを書き出したいので、選択したオブジェクトという欄にチェックを入れます。ここです。次に、トランスフォームの中にあるスケールを適用全ローカルという欄があるので、全ローカルをクリックして、すべて FBX に変換します。次に、アーマチュアの欄を開いて確認します。すると、リーフボーンを追加という欄があるので、ここに入っているチェックを外してあげます。これは Unity などで入れ物がうまく動くように、ウェイトがない空の棒を棒の先に自動でつけてくれる機能なのですが、自動でつけるといらないところにもついてしまって困ることがあるので、私はこの機能を使わずに手動でこの棒をいつも設定してます。なのでこの欄はいつもオフにしています。設定ができたら FBX に名前をつけてあげます。名前をつけたらわかりやすいフォルダを選択して、エクスポートを押して完了です。ブレンダーからモデルを出力できたので、次はこれを Unity に入れていきます。テクスチャがある場合は、テクスチャも一緒に設定するので、用意していてください。Unity に戻ってきました。まずはモデルを入れた場所がわかりやすいようにフォルダを作っていきます。アセッツの上で右クリックを押します。そしたら、クリエイトというところから、一番上のフォルダを選択します。すると、新しいフォルダができるので、自分がわかる名前をつけていきます。このフォルダをクリックして、この中に FBX とテクスチャを入れていきます。
いつも使っているエクスプローラーなどから FBX とテクスチャーを両方ドラッグ&ドロップで大丈夫です。モデルを入れることができたので、次はこれを Unity で使えるように設定をしていきます。まずは読み込んだ FBX を選択します。このモデルというタブから設定を進めていきます。まずはリードライトと書いてある横のチェックボックスにチェックを入れます。次にシェイプキーを動かした時に縫線が崩れないようにしたいので、ここのブレインドシェイプノーマルズというところの横のタブをクリックしてもらって何にしてあげます。これで設定ができたので、アプライを押して適用してあげます。モデルの設定ができました。次はリグの設定をしていきます。このウサギは本来は小物として使うのでリグの設定はいらないのですが、今回はキャラモデルを想定して、キャラとしてリグを設定していきます。まずリグのタブを押していきます。アニメーションタイプが最初ジェネリックになっていると思うので、ここをクリックしてヒューマノイドにしてあげます。できたらアプライをして適用してあげます。これでキャラモデルとして使用できる準備ができましたので、次はここのコンフィギュアというボタンを押して設定を進めていきます。するとここに Unity でキャラとして動かすために必要な骨のリストが表示されます。左側はブレンダーで自分で作った骨のリストになっているので、左側のリストから右側のリストに対応する骨を探していきます。ヒップだったらヒップという感じでリストにドラッグ&ドロップで割り当ててあげます。このモデルはウサギなので骨の構造が少し違っていて対応する骨がなかったりするのですが、普通のキャラモデルだったらヒップ、スパイン、チェストと骨を割り当ててあげます。アッパーチェストは私はあんまり設定することはないです。また、アームやレッグもあるので同じように割り当てていきます。また、Unity が最初から自動でこのリストを埋めてくれているのですが、たまに違う骨が入っていることがあるので、違う時はまたこうやってリストから差し替えてあげます。ボディの設定が終わりましたので、ヘッドの設定を見ていきます。ここのヘッドというところのタブを押します。すると、こういうリストが出てくるので、また首、頭、目という感じで棒を割り当ててあげます。最後の骨は顎の骨なのですが、私は顎の骨は使わないことが多いので、ここは空欄のままにすることが多いです。もし間違った骨が入っていた場合は、ここを一回クリックしていただいて、デリートキーを押すとリストから削除することができます。また、レフトハンド、ライトハンドというタブもあるので、ここも同じように割り当てていきます。レフトハンド、ライトハンドの欄は指の棒が入ります。ちょっと数が多いので大変かもしれませんが、一つずつ間違った骨が入っていないか確認してみてください。またすべてのボディ、ヘッド、ハンドの設定が終わりましたら、最後にアプライを押して適用していきます。適用ができたので、ターンを押して設定を終わります。リグの設定ができましたので、次はマテリアルの設定をしていきます。このマテリアルズというタブを押します。ここにあるエクストラクトマテリアルズというボタンを押していきます。このボタンを押すと、ブレンダーで作成したマテリアルと同じ名前のマテリアルを Unity 上にも作成してくれます。ここを押します。ボタンを押すと、マテリアルを作成する場所を聞かれますので、好きなフォルダを選択してあげます。私のおすすめは、アセッツよりも下の階層のフォルダで、自分のわかりやすい名前を付けたフォルダに出力するのがおすすめです。今回はマテリアル数も2つしかないので、FBX を入れたフォルダと同じフォルダに出力してしまいます。フォルダが選択できたら、フォルダの選択というボタンを押します。マテリアルの設定ができましたので、早速モデルをシーン上に置いて確認してみたいと思います。このヒエラルキーと書いてあるリストのところが、ここのシーン上にあるすべてのオブジェクトになっているので、ここにモデルを入れてあげて、見た目を確認します。配置できました。ちょっと見にくいですが、F キーを押すと拡大してみることができます。
ちょっとライト暗くて見にくいですが、ちゃんと表示されてますね。このままだと、まだちょっと暗くてモデルを確認しにくいかなと思いますので、軽くだけライトを調整して、モデルの確認を進めていこうかなと思います。まず上の方にスポットライトがありますので、このアイコンをクリックしていただくか、左のヒエラルキーと書いてある欄のスポットライトの文字をクリックしても大丈夫です。クリックすると、右の欄のインスペクターと書いてある欄が全部ライトの情報になりますので、ここを編集してライトを変更していきます。まずここのライトの色がちょっと黄色っぽくて、モデルの色が見にくいですので、これを直していきます。テンパーチャーと書いてあるところで、光の色を変えることができます。右で寒色系、左で暖色系の色になります。ちょうど真ん中あたりで白っぽくなるので、ここら辺で止めてあげます。また、今のままだと、正面からの光がなくて顔がよく確認できないので、正面からの光も追加していこうかなと思います。まずヒエラルキーの上で右クリックを押して、このライトというところのスポットライトをクリックしてライトを新しく追加します。追加できたので、これを移動していきます。回転ツールに持ち替えて正面からのライトに変更してあげます。ちょっと今のままだとなかなか眩しそうですね。では、インテンシティという欄があるので、このスライダーを動かしていただいて、こんな感じで明るさを変更することができます。眩しすぎないように明るさを下げていきます。このくらいでしょうか。まだちょっと眩しいかもしれないです。ちょっと距離を離してあげると、いい感じの明るさになると思います。ここの数値を直接編集して指定してあげることもできます。だいたいこんな感じかなと思います。モデルの確認ができました。また今回は大丈夫でしたが、もしテクスチャが剥がれてしまっていたり、見た目がピンクになってしまったという方がいたら、エクストラクトマテリアルズを押した時に出力したマテリアルを確認していきます。この球体になっているアイコンのものがマテリアルです。これをクリックします。まずはシェーダーが HDRP リットになっていることを確認します。ブレンダーから持ってきた方は最初から多分これになっているかなと思うのですが、もし他の Unity 環境を通して持ってきた方などは別のシェーダーになっていてエラーを起こしていることがあるのでこれを確認します。ではタブをクリックしていただいて HDRP のリトというボタンを押すとここで変更することができます。次にベースマップの欄を確認します。ベースマップの左のアイコンのところが基本的なテクスチャを入れる欄になっていますので、これをインポートしたテクスチャをドラッグ&ドロップでここに入れてあげて正しいものを指定してあげます。また横の白い欄を押していただくと色を調整することができます。テクスチャなしのマテリアルカラーだけのモデルを持ってくるときなんかはここで色を調整してあげるのがいいかなと思います。またメタリックとスムーズネスでは金属度と滑らかさを調整してあげることができます。スムーズネスを上げるとツヤツヤした質感にしてあげたり、メタリックを上げると金属っぽくすることもできます。またノーマルマップを持っている方はここに同じようにノーマルマップ用のテクスチャを持ってきてここに指定してあげるとリアルな感じの質感に仕上げることができます。また今回はウサギの他にキャラモデルも一緒に撮影してみようかなと思いますので、今回お借りするモデルをウサギと同じ手順でインポートしてマテリアルを設定していきます。動画の途中ですが、ここで CG ワールドよりお知らせです。今月3月28日土曜日、29日日曜日の2日間、シリーズ第6回目となるブレンダーフェス 2026SS を開催します。モデリング、コンポジット、ジオメトリーノード、AI 活用など著名ブレンダーアーティストによるテクニックやワークフローを学べるセッションを全16セッションご用意しています。現在、早期割引チケットも販売中ですので、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。それでは引き続き、
ブレンダーフェスセレクションをお楽しみください。はい、キャラの方もモデルやマテリアルの設定をしてきました。キャラにマテリアルを設定するときの注意点が少しあるのですが、こういう首元のレースみたいな模様の部分をテクスチャのアルファを使ってくり抜きたいときというのがあると思います。そういうときは、アルファクリッピングというところの欄のチェックをつけていただくと綺麗にくり抜くことができます。またこういう綺麗なくり抜きではなくて、半透明な状態で透過したいということがあると思います。そういう場合は、サーフェイスタイプのオペークという欄をトランスペアレントにしていただくと綺麗に透過することができます。またトランスペアレントを使うと描画順がおかしくなってしまうことがありますので、そういう時はデプスライトというところのチェックをつけてあげることと、このソーティングというところでマテリアルの描画順を指定することができますので、ここで描画順の優先度を指定してあげます。また下の方にダブルサイリットという欄があるのですが、これはチェックを入れてあげることで、ポリゴンの裏面を描画することができる機能になっています。このレースの部分は本来ポリゴンの裏面がないモデルなのですが、ここのところのダブルサイリットにチェックを入れてあげると、裏面が描画されていることがわかるかなと思います。こんな感じでマテリアルの設定が完了しました。これで見た目の設定が終わりましたので、先に入れ物の設定をしてみます。今回はマギカクロスを使っていきます。また一つツールを入れるときに言い忘れてしまったのですが、マギカクロスの2でない方を使うときは、パッケージマネージャーというところから、Unity レジストリーのコレクションズというものをインストールしてあげる必要があります。忘れずに入れてあげてください。では、セットアップを進めていきます。マギカクロスを動作させるために必要なマネージャーというものがあるので、まずこれをシーン上に配置します。ここで検索することができますので、マネージャーと入力して、ここに出てくる青い立方体のようなマークをポチッと押してドラッグ&ドロップでシーンに置いてあげます。これで動作できるようになりました。それでは入れ物の設定をしていきます。それではまず、ヒエラルキー上のキャラクターモデルの上で右クリックを押して、クリエイトハザーのマギカクロスからマギカボーンクロスを選択します。これで入れ物の設定欄ができましたので、これをクリックして、インスペクター上で編集をしていきます。またこれを編集するときは、インスペクターの右上のこの鍵マークをクリックしてロックしていただくのがおすすめです。ここをロックしておくと、他のメッシュとか骨を選択したときにも、この設定欄を固定して表示してくれるのでとっても便利です。では入れ物の設定を続けていきます。このルートリストというところに揺らしたい骨を指定してあげます。今回はまずこのスカートの骨を先に揺らしてみたいので、このアーマチュアの中からスカートの骨を探して、ドラッグ&ドロップでルートリストに入れてあげます。指定できました。ではこの中から入れ物の中でも固定したいところと揺らしたいところを指定できますので、その編集をしていきます。スタートポイントセレクションを押して編集を始めます。この青い球体になっているところが入れ物として揺らすところ、赤くなっているところが固定するところになっているので、この指定をしていきます。今回はスカートの根元は揺らさずに固定したいので、このポイントタイプのフィクストポイントというのをクリックして、クリックしながら塗ってあげると赤色に変更することができます。根元を赤色で塗って固定することができました。では、エンドポイントセレクションをして確定します。はい。では次は、パラメーターズのところで、入れ物の揺らし方を指定していきます。まずはここのプリセットからプリセットをそのまま使うのが一番わかりやすくていいかなと思ってます。プリセットをして、今回はスカートを指定します。まずこのパラメータを指定したら、グラビティだけはここは0にした方がいいかなと思ってます。ここを0にすることで、入れ物が真下に垂れ下がるのを防ぐことができます。これでパラメータの設定ができましたので、確定をしていきます。クリエイトをして確定します。これで入れ物の設定ができました。ではここの上の再生ボタンを押すと、入れ物の動きを確認できますので、ここを押して確認してみます。
再生すると、最初はこのゲームタブで表示されると思うので、この隣のシーンを押して、さっきの画面に戻って、ここで入れ物の確認をしていきます。まずはヒエラルキー上のキャラモデルをクリックして、移動ツールに持ち替えたら、ここで動かしてみます。ちゃんと動いていそうです。ただ、今の状態だと、ちょっと足が貫通したりとかして気になるので、足が貫通しないようにコライダーというものを設定していこうと思います。では、動作の確認を終わりたいので、この再生のここのボタンを押して再生解除します。またこのインスペクターの欄のところでロックしている方がいたら、一回これは解除して編集していきます。では、コライダーの設定をしていきます。まず足が貫通しないようにしていきたいので、足の骨にコライダーをつけていきます。このモデルだとアッパーレッグが足の骨なので、この上で右クリックを押して、クリエイトハザー、マギカクロスの中のマギカカプセルコライダーというものを選択します。これでコライダーを作成できました。この緑色のものがコライダーなのですが、このままだと横を向いてしまっていますので、この向きを X から Y に変えてあげます。そしてこのレングスで長さを変えてあげて、このスタートとエンドのところでそれぞれ支点と終点の大きさを変えることができます。そしてセンターのところのスイッチを動かすとコライダーをそのまま動かすことができますので、こう動かしてコライダーがすっぽり足を覆うように設定してあげます。最後に is グローバルのチェックをつけてあげます。これでこのコライダーがスティーン上にある揺れ物すべてに干渉するようになりました。これをまた反対側の骨にも同じように設定してあげたら、また再生ボタンで動作を確認してみます。両足にコライダーを設定できましたので、この状態で再生して動かしてみます。こうすると、さっきよりはちょっと貫通を防げるようになったんじゃないかなと思います。今回はスカートだけでしたが、同じように髪の毛だったり、耳だったり、この腕のリボンだったり、いろいろ揺れる部分は同じように設定して、貫通するところはまたコライダーをつけて補っていくという感じでマギカクロスの設定をしていきます。では、同じように再生を解除して他のパーツも入れ物もつけておきます。髪の毛や耳などにも入れ物を追加してきましたので、確認してみようと思います。ちょっと今アイコンが大きくて見にくいので、アイコンを小さくしてあげて見やすくします。はい。じゃあ動かしてみます。こんな感じにいろんなパーツが揺れるようになりました。まだちょっと揺れ方が気になるところとか、貫通してしまっているところがあるのですが、細かい部分はアニメーションを作成した後に詰めることにします。ということで、こんな感じで入れ物作成は完了です。再生ボタンを押して終了します。次はアニメーションの作成を進めていきたいのですが、その前にアニメーション作るときにチェック用のカメラが一つあると作りやすさが違うかなと思いますので、先にカメラを作成しておきます。まずこのヒエラルキーの上で右クリックをして、シネマシーンのバーチャルカメラを選択します。これでカメラを作成することができました。ここにありますね。ただカメラの映像がどこにあるかというと、このタブを切り替えていただいて、ゲームというところがさっき作成したカメラの映像になっています。このままだとシーンとゲームのタブを切り替えてみなければならないので、ちょっと見にくいかなと思います。なので、このゲームのタブを分離して画面を分割していこうと思います。これをドラッグ&ドロップで引っ張ってきて、ここのシーンの横の画面にくっつけてあげます。これでカメラの映像を見ながら、こちら側の編集もすることができるようになりました。またこのカメラを移動して、アニメーション作成時に見やすい位置に調整してあげます。では、アニメーション作成を進めていきます。ここからしばらくの工程は、Unity 上でアニメーション作成をしたい方向けの解説になっていますので、もしブレンダーでアニメーション全部作れるよっていう方は、ここら辺の工程はスルーしていただいて大丈夫です。では、作成を進めていきます。まずはアニメーション用のフォルダを作って、そこにアニメーションのクリップを作成していきます。
クリエイトフォルダーからまた新しいフォルダーを作成します。アニメーションと今回はつけておきます。このフォルダの中で右クリックをして、クリエイトのアニメーションというところを押します。これでアニメーションクリップが作成できました。このままだと名前がわかりにくいですので、右クリックからリネームをして簡単に名前を変えてあげます。このクリップをキャラクターモデルで使えるように登録していきたいのですが、このまま直接キャラクターに入れてしまうと、アニメーションを登録した時にたまにですけど壊れてしまうことがあってちょっと怖いので、念のために元のキャラクターモデルを選択して、コントロールプラス D で複製をします。そして元のモデルはここのチェックマークを外して非表示にして、複製したモデルだけを表示しておきます。で、この複製したモデルをアニメーション作成専用のモデルとして使っていきます。わかりやすいようにこっちにもアニメーションって名前をつけておきます。それではこのクリップをこっち側のアニメーション専用のモデルに入れてあげます。ドラッグ&ドロップで大丈夫です。では先ほどキャラクターに登録したアニメーションクリップを編集していきたいのですが、そのために編集専用のアニメーションウィンドウを出してあげる必要があります。この三角のマークをダブルクリックしてアニメーションウィンドウを出します。このアニメーションウィンドウはドラッグ&ドロップでプロジェクトの横にこうやって連結してあげると、こうやってタブを切り替えることができるので見やすくて便利かなと思います。また今回はベリーアニメーションを使用してアニメーションを作成していきますので、ベリーアニメーション専用のウィンドウを出してあげる必要があります。上のウィンドウのところからベリーアニメーションのメインを押します。するとここにベリーアニメーション用のウィンドウが追加されます。インスペクターの横に追加されるので、ここのタブを切り替えると、またインスペクターも表示することができますので、切り替えながら使っていきます。では、ベリーアニメーションを使って編集を始めていきます。ベリーアニメーションを使うには、まずアニメーションウィンドウを表示しておく必要があります。で、次に、先ほどクリップを登録したキャラクターモデルを選択します。すると、ここがエディットアニメーションになりますので、ここのボタンを押してアニメーション作成を始めます。すると、キャラクターがかがんでしまいますので、まずはこれを修正していきます。この VA エディターのところのリセットのエディットスタートポーズを押すと、最初の T ポーズに戻すことができます。また、アニメーションウィンドウには、このキーフレームが表示されているのですが、最初にあるこの右側のキーフレームはいらないので、このキーを選択して、デリートキーで消してしまって大丈夫です。ここからもアニメーション作成を始めても大丈夫なのですが、アニメーションを動かすために正しい設定を一応しておこうかなと思います。一回ベリーアニメーションから編集をやめて、アニメーションクリップの設定をしていきます。このベリーアニメーションというタブから、この右上のボタンでベリーアニメーションの編集を中断することができます。ここから中断して、プロジェクトというタブに切り替えます。このアニメーションクリップを一回選択してもらって、これの設定を切り替えていきます。ここのタブをインスペクターに戻します。このベースドアポンと書いてあるところがあるのですが、この部分をまずオリジナルにしてあげます。上と下どっちもオリジナルにしました。またルートモーションを使わない場合は、Wake into Pose というところにチェックをつけてあげます。これでアニメーションクリップの設定ができました。ではまたベリーアニメーションの方に編集を戻していこうと思います。ベリーアニメーションタブを開いて、アニメーションウィンドウを出して、キャラを選択して、またエディットアニメーションしていきます。ではベリーアニメーションでアニメーション作成を進めていきます。最初ルートコレクションというところがディセーブルになってると思うのですが、ここがディセーブルのままだと、動かした時にキャラクターごと移動してしまうことがあるので、ここはシングルかフルかで切り替えながら作っていくことをお勧めします。こんな感じで棒を選択して、回転ツールで動かすという流れでポーズをつけていきます。
また左側に人間の模様が出てくるのですが、ここによく見るとチェックボックスがついてます。ここにチェックを入れてあげると、合気を有効化できるので、移動で手の動きをつけてあげたりとか、足を動かしたりとかもできるようになります。またこの足の合気を両方オンにしてルートを選択して、こうやって移動ツールで下げてあげると、しゃがみモーションを簡単に作ることもできます。また動かすアニメーションを作りたいときは、アニメーションウィンドウのこの欄、時間が書いてあるところのスライダーを動かしてあげて、次のフレームに移動してあげます。この状態でポーズを動かすと、自動でこんな感じでキーを打ってくれるので、このままスライダーを動かしてみると、ちゃんとアニメーションできていることが確認できます。こんな感じでアニメーションを作っていきます。またここの右の欄、フィンガーと書いてある欄なのですが、これを使うと指のアニメーションを簡単に作ることができます。一番上のフィンガーのスライダーを動かすと、簡単にグーとパーを作ることができたりとか、下の指の棒をそれぞれ指定してあげて、指の開き具合を決めることができるので、指のアニメーションも簡単に作成できます。こんな感じでポーズをつけていきます。だいたいポーズをつけることができました。まだざっくりとしたイメージの確認用なので、1フレームだけ仮でポーズをつけています。簡単に腕でウサギを抱えているポーズを作りました。またこのカメラのところは、大体の構図がわかるようにカメラの位置を移動してあげています。では仮のアニメーションができましたので、撮影用のタイムラインというものを作って、このアニメーションを入れてあげたいと思います。タイムラインを作ると、アニメーションを表情だけ上書きしたり、後でカメラをつけるときに簡単に時間を動かせて確認が楽になるのでおすすめです。ではやっていきます。メリアニメーションの編集を終わります。こうします。終わったらアニメーションウィンドウからプロジェクトウィンドウに変えてあげて、自分のわかりやすいフォルダをまた選択して、右クリックのクリエイトタイムラインでタイムラインを作ります。ここでまた自分がわかるように名前を命名してあげます。はい、作りました。タイムラインができましたので、これを心情で使えるように設定していきます。まずここのヒエラルキーの上で右クリックをして Create Empty を押します。これで空のオブジェクトを作ることができますので、ここにタイムラインを入れてあげることになります。なので名前はタイムラインとかわかるような名前に変更してあげます。で、これを選択している状態でインスペクターのウィンドウを出してあげます。ここにタイムライン用のコンポーネントをつけてあげたいので、Add コンポーネントというボタンを押せます。これ、プレイアブルディレクターというものをつけていくので、この検索欄で PL と打って、プレイアブルディレクターを探してクリックします。これでつけられました。ここにタイムライン、先ほど作ったタイムラインをここに入れてあげます。これでセットができました。ここのラップモードというのをループにしてあげるのが私はおすすめです。ループにしておくとタイムラインが一周した後もループして再生してくれるので、ループするアニメーションを作った時はここを必ずループにするといいかなと思ってます。ではタイムラインが編集できるようにタイムラインウィンドウを出していきます。上のウィンドウタブからシークエンシングのタイムラインを押します。これでウィンドウを出せました。下の方にある方がわかりやすいと思うので、引っ張ってきてアニメーションの横にくっつけてあげます。またこのタイムラインというさっき作ったオブジェクトをクリックしてあげると、ここにさっき作成したタイムラインの情報を表示できるようになってます。一回このタイムラインの編集に集中したいので、ここのタイムライン右上のウィンドウの鍵マークを押してロックをしてあげて、ここからタイムラインの編集をしていきます。まずはカメラ用のトラックを作成していきます。左上のプラスボタンを押して、シネマシントラックを選択します。そしてこの欄にメインカメラを入れてあげます。こうするとここの右の欄のところに好きなカメラを置けるようになるので、タイムライン上で再生したいカメラをここに置いてあげます。今回はここにも表示されているチェック用のカメラがあるので、これをそのまま指定してあげます。
ドラッグ&ドロップでまた置いてあげます。次はキャラモデルを動かすためのトラックを作成していきます。また左上のプラスボタンを押してアニメーショントラックをします。ここにキャラモデルを指定するのですが、今回はまたアニメーション作成モデルとは分けていきたいので、念のためこのオリジナルモデルを複製して、ここにタイムライン用のモデルを作ってあげます。これも念のためという感じなのですが、バグが起こった時に壊れないように念のために複製してます。あまり壊れることはないんですが、一応こうしとくと安全です。そしてこのキャラモデルをここに指定してあげます。そして右の欄にはさっき作ったポーズを指定していくのですが、画面を分割した方がやりやすいですので、こんな感じで横にウィンドウをくっつけてあげます。そしてさっき作成したアニメーションファイルを右の欄に入れてあげます。はい、できました。ただこの状態だと足が変になってしまっているので、このフット IK と書いてあるところのチェックを外してあげます。これで足が元に戻りました。これでタイムラインの設定は大丈夫です。また、ブレンダーで作成したアニメーションを Unity で使いたい方は、先ほどのウサギのモデルのエクスポート手順と同じようにアニメーションを FBX 形式で書き出していただいて、プロジェクト内にまたドラッグ&ドロップで持ってきます。そしてその FBX 横の三角を押すとモデル内が見れるので、ここにある水色の三角がブレンダーで作ったアニメーションになってます。これをそのままタイムラインの上にドラッグ&ドロップしていただくと、Unity で作成したアニメーションと同じようにブレンダーのアニメーションを使うことができます。次はライティングの作業を進めていきます。最初、テック用に置いたライトがあるので、これを複製して元の表示にして、ここからライトを追加したりしてライティングの作業を進めていきます。ここからは早送りになると思いますが、ざっくりとどういう作業をしているかだけ見ていただけたらと思います。表面からのライトを入れてます。強く入れすぎると影の角度で平面に見えてしまうので、少し弱めにしてます。後ろからのライトも追加していきます。少し強めに入れて、キャラの輪郭が目に入りやすいようにしてます。そしてメインのライトを入れます。斜めから入れると画面に動きが出るので、光源が右上になるようにしてます。またここでライトを複製して、フィルライトを入れてます。メインのライトの影の部分が暗くなりすぎないように薄くだけ追加してます。また影の色がグレーすぎると CG っぽい無機質さが出てしまうので、肌の近くに暖色系のポイントライトを置いて温かみや透け感を追加しています。こんな感じで仮のライティングができました。次はポストプロセスと呼ばれるものを変更していきます。ブレンダーだとコンポジットと呼ばれている作業に近いです。まずはスカイ&フォグボリュームをクリックすると、ここに情報が出てくるので、これを編集して画面全体の色の調整や影や光の出方を調整していきます。まずここの背景の空の色を変えたいので、グラディエントスカイというところをクリックして、トップから空の色を変えてみます。トップは一番空の上の方、ミドルは真ん中のあたり、ボトムは地面側の色を変更することができます。また今回このまま空の色を背景として使うので、地面は表示にしておきます。そして今ここに表示されている項目の他にも、まだまだたくさん編集できる項目がありますので、それを追加していきます。アドオーバーライドをします。ここでまずはブルームを追加してみようと思います。スレッショルドをオンにして、1くらいの値にしてあげます。そしてインテンシティを上げてあげると、こんな感じで、ライトの当たっているところを発光させることができるようになります。あんまり大きくしすぎると、ちょっとぼやけてしまうので、ぼやけない程度に、いい感じの数値で止めてあげます。そして次は影を追加していきます。アンビエントオクルージョンを追加します。インテンシティの値をこれも1くらいにしてあげて、ダイレクトライティングという下の項目もチェックをしてあげます。そしてここを上げると、影を追加することができます。ただ、あんまり大きくしすぎると、顔の影が結構強くなってしまってちょっと怖いので、
ちょっと弱めに入れてあげるのがいいかなと思います。また他に色調整できる項目がたくさんあるので、ちょっとだけ見ていきます。まずはホワイトバランスを追加してみます。このテンパラチャーからこんな感じで温度を変更することができたり、このリフトガンマゲインのところだと簡単にコントラストを変えることができたり、色調整も結構簡単にすることができます。他にも項目はあるので、他の項目もまたあとオーバーライドで追加していきながら、ポストプロセスの調整を進めていきます。これで一通り Unity の撮影に必要な要素が揃いましたので、あとはひたすらアニメーション、ライティング、色調整を並行して進めていきます。アニメーションはフレンドシェイプキーを使って表情を追加したり、細かい体の動きをつけていきます。そして色調整はライティングと並行しながら進めて、画面全体が自分の思う絵になるようにひたすら調整を進めていきます。すべての調整を進めて最終的にこんな感じの絵になりました。調整の作業でどんなことをしたかというと、まずライトを10個くらい追加してます。キャラの肌に透明感を与えるためのライトをまた追加してあげたのと、背景の方には色味に変化を出すための飾りのライトをいくつか追加してます。またアニメーションの方ではタイムラインのアニメーショントラックで右クリックを押すと、ここでアドオーバーライドトラックを押して元のポーズを上書きできるトラックを作れるので、これを使って表情だけのアニメーションクリップをここに設定して上書きで表情をつけてます。そして色調整のパラメーターはこんな感じにしました。色の調整の他にレンズの歪みのエフェクトをつけてあげたりとか、ちょっとだけぼかしもかけてあげたりとかしてます。こんな感じで大体できたのですが、最後の最後にちょっとだけ仕上げをしてみます。再生を止めて編集していきます。最終調整を進めていきます。まずはこのマギカクロスの入れ物に風で揺れているような動きを自動で追加してくれるツールがありますので、それを追加していきます。ヒエラルキーの上で右クリックをして、クリエイターザマギカクロスのマギカディレクショナルウィンドウを追加します。これで下に矢印が出てくるので、これが風の向きになってます。好きな向きにちょっと傾けてあげて、このメインは風の強さになっているので、ちょっと弱くしてあげるのがおすすめです。これで風の設定ができました。そしてカメラの設定もしていきます。このノイズのなんというところを押して下のものに切り替えます。ここで手ブレの設定を追加できるようになってます。次にここのノイズのまたなんとなっているところを押して、プリセットを選択していきます。このノーマル、マイルドとなっているものがおすすめです。これを押して、ここが手ブレの強さ、ここが手ブレの速さになっているので、ちょっと値を弱くしてあげます。0.4。ここは 0.5 くらいにしておきます。これで設定できましたので再生してみます。うまく揺れ物の風とカメラの手ブレをつけられたことが確認できました。これで完成としたいので、最後に動画の出力をしていきます。再生を止めます。では出力用のウィンドウを出していきます。ウィンドウタブのジェネラルのレコーダーのレコーダーウィンドウを選択します。ここで出力の設定ができます。まずはアドレコーダーをして、ムービーかイメージシークエンスかを選択します。まずムービーを選択すると、MP4 形式でこの画面をそのまま動画として出力することができるのですが、このままだと動画の画質がどうしても落ちてしまうことがあります。なので私はムービーは使わずに、イメージシークエンスを選択して画像連番で書き出して、それを動画編集ソフトに入れて出力するという工程をいつも踏んでます。なので今回も画像連番で書き出してみようかなと思います。まずはソースのゲームビューをターゲティッドカメラに変更します。そして次は解像度の変更をしていきます。このゲームビューのディスプレイの横のこのボタンを押すことで解像度を変更することができます。ただこの最初のプリセットの中に欲しい解像度がないときは、ここの下のプラスボタンを押して、ここに好きな解像度を入力して、OK を押してあげると、自分の好きな解像度を追加できますので、
それを選択してあげます。そしてこの設定ができたら、最後にパスを選択します。画像連番で書き出しすると、結構画像のファイル数が多くなってしまいますので、専用のフォルダを作成してここに指定してあげることをお勧めします。また、レコーディングモードでは、ここでフレーム数や秒数で録画のタイミングを指定することができます。ただ、今回は簡単に手動で録画の開始と終了を記録するこのマニュアルモードのままで進めていきます。それでは、録画のために、まずはここの再生ボタンを押して再生していきます。再生をしたら、まずタイムラインを押して、下の秒数を確認しながら、自分の録画し始めたいタイミングで、スタートレコーディングを押します。するとちょっと動作が重くなるんですが、今画像が連番で書き出しされています。そして自分の録画を終わりたいタイミングで、ストップレコーディングを押します。これで記録されました。するとパスを指定した先のフォルダにこんな感じで連番で画像が書き出されました。あとはこれを動画編集ソフトに読み込んで動画として出力するだけで完成です。また連番のやり方がわからない方やここまでの画質はいらないという方はこれをまたイメージシーケンスではなくムービーにして出力してあげるのがいいかなと思います。そしてこんな感じで動画を完成させることができました。完成まで長い時間お付き合いいただきありがとうございました。これでメインの話は以上となります。今回は Unity を使った撮影についてのお話をさせていただきました。ブレンダーはブレンダー1本だけでもモデル作成や映像制作ができる非常に優秀なツールなのですが、他のソフトやツールと組み合わせるともっともっと表現できることが増えます。ぜひ今回の Unity の撮影の手順を参考にしていただいたり、他のソフトとの組み合わせを試してみて、表現の幅を広げていただけたらとても嬉しいです。最後に使用させていただいたアセットのご紹介をさせていただきます。簡単ですが、ショップ名とモデルの名前、リンクを記載させていただいています。今回の講演への利用を許可してくださったクリエイターの皆様、本当にありがとうございました。また長い間ご清聴いただきありがとうございます。本セッションはこれにて終了とさせていただきます。ご清聴いただきありがとうございました。